絶対に退職したかったその理由、それは安定のために家族健康成長やりがい全てを犠牲にしていたことに気づいたから。口コミ1、42歳で店長を辞めた。年収650万あったが、毎日朝7時から夜11時まで働いて土日も議会資料作り。子供の運動会に5年連続で行けなかった時、妻にお父さんいなくても変わらないねって言われて目が覚めた。安定より家族を選んだ。今は年収400万の民間だが、毎日夕飯を家族と食べられる幸せをかみしめている。お疲れ様です。転ばぬ先の杖チャンネルです。今日は絶対に退職したかった40代退職者のリアルな声をテーマとした当事者の口コミを紹介します。口コミ2、人事異動で最悪の上司に当たった。45歳で初めてパワハラってものを経験した。お前は給料泥棒だ。平均で食わせてもらってる自覚あるのか。毎日言われ続けて3ヶ月で体重が12キロ減った。医者にこのままだとうつ病になると診断されて即退職届を出した。正直逃げたと思われても構わなかった。命の方が大事だから。口コミ3、窓口業務で理不尽なクレーム対応に疲れ果てた。43歳の時、70代の男性に2時間説教された挙句税金で飯食ってるくせに態度が悪いと怒鳴られた。制度の説明してるだけなのに週3回はこんな感じ。もう限界だと思って半年後に辞めた。今は接客業してるけど民間の方がよっぽど客層がマシだと感じてる。口コミ4、同期が15人いたけど残ってるの3人だけ。みんな30代後半から40代で辞めていった。俺も44歳で退職した。理由は単純で、このまま60歳まで同じことの繰り返しが見えたから。出世競争にも疲れた。民間に転職して年収は100万下がったけど仕事に面白みを感じられるようになった。やりがいって金じゃ買えないんだな。口コミ5、課長昇進試験に3回落ちた。41歳の時、明らかに仕事できない同期が先に昇進した。理由を聞いたらコミュニケーション能力だと。要は上司へのごますり能力ってこと。バカバカしくなって翌月辞表出した。20年真面目に働いてきたのに結局は政治力かよって。退職後、実力主義の会社に入って今の方が評価されてる。公務員の人事評価なんてクソだ。口コミ6、住民から公務員は楽でいいねって言われるたびが痛かった。実際は残業月80時間、休日出勤当たり前。イベント担当になった年は盆も正月もなかった。給料は残業代込みで年収580万。民間の友人の方が稼いでるし休みも多い。もう安定という幻想に縛られるのはやめようと決めた。口コミ7、組織の硬直性に耐えられなくなった。40歳で新しい企画を提案したら前例がないの一言で却下。上司は波風立てるなとしか言わない。やる気のある職員がどんどん腐っていく環境。結局42歳で退職して起業した。失敗するかもしれないけど少なくとも自分で決められる環境の方が何倍もマシだと思った。口コミ8、移動が多すぎて専門性が身につかない。3年ごとに部署変わってせっかく仕事を覚えたらまた一からやり直し。43歳の時、5回目の移動を言い渡されて心が折れた。民間なら同じ分野でキャリア積めるのにって。今は専門職として転職してやっと自分のスキルが蓄積されていく実感がある。遅すぎたかもしれないけど。口コミ9、議員対応で精神すり減らした。44歳、ベテランになったはずなのに議員からの無茶ぶりは増える一方。明日までに資料作れって夜9時に電話かかってくる。しかも内容は選挙対策の私的な調査。断れない空気が本当にきつかった。民間に転職したらそういう理不尽が一切なくて驚いた。あれは異常だったんだと気づいた。口コミ10、息子がパパ誰って言った瞬間全てが崩れた。47歳、税務課で働いてて確定申告時期は地獄。2月3月は家にほぼ帰れず、帰っても子供は寝てる。
朝も起きる前に出勤。3歳の息子にとって俺は存在しない人間だった。年収700万あっても意味ないと思って退職。今は年収450万の中小企業だけど、毎日息子と夕飯食べて絵本読んでる。この時間はプライスレスだよ。口コミ。11、民間から公務員に転職したのが間違いだった。35歳で安定を求めて市役所に入ったけど、5年で辞めた。スピード感がなさすぎて耐えられない。決済一つ取るのに1週間かかる。民間なら30分で終わる話。40歳で元の業界に戻ったら、公務員時代がいかに時間の無駄だったか痛感した。安定と引き換えに成長を失った5年間だった。口コミ。12、同僚のレベルの低さに絶望した。45歳、係長になったけど部下の指導が地獄。基本的なエクセルも使えない50代。やる気ゼロの20代。注意すると公務員なんてこんなもんって開き直られる。こんな環境で定年まで15年も過ごすのかと思ったら吐き気がした。民間に転職したらみんな必死で働いてて逆にホッとした。口コミ。13、予算の使い方に嫌気がさした。43歳、再生課にいた時、年度末に余った予算を無理やり使わされた。道路の補修が必要ない場所を工事したり、余ると来年減らされるって税金なのに、民間出身の俺には理解できなかった。こんな組織にいたくないと思って翌年退職した。今は民間でコスト削減に貢献してる方がやりがいある。口コミ。14、健康を失ってまで続ける価値はなかった。41歳で過労で倒れた。入院中にこのまま働いて死ぬのかって考えた。年収600万もらってても体壊したら意味ない。退院後すぐ退職届でした。今は年収350万のパートタイムで働いてるけど、血圧も正常値に戻ったし夜もちゃんと眠れる。金より健康だと本気で思う。口コミ。15、住民のためにって言葉に騙されてた。結局上司の評価のため、議員の機嫌取りのため、組織の保身のために働かされてた。本当に住民のためになってる実感なんてほぼゼロ。夜中まで作った資料も議会で使われず終わり。20年間何やってたんだろうって虚しくなって退職。今は小さい NPO で働いてるけど、直接感謝される方がよっぽどやりがいある。口コミ。16、副業禁止がきつかった。42歳、子供2人の教育費で家計がカツカツ。年収550万じゃ足りない。副業したくても規則で禁止。同じ年齢の民間の友人は副業で月10万稼いでるのに、結局生活のために転職した。今は本業450万、副業で年収600万。公務員の副業禁止って時代遅れすぎる。優秀な人ほど辞めていくわけだ。口コミ。17、デジタル化が遅すぎて話にならない。未だにファックス使ってる。ハンコ文化、紙ベース。2020年代とは思えない職場環境。提案してもセキュリティが予算がで却下。このままだと自分のスキルが腐ると思って退職。元の業界に戻ったら浦島太郎状態だった。公務員の3年は民間の10年分遅れてる。口コミ。18、人間関係が閉鎖的すぎた。40歳で入庁したけど、中途採用は完全によそ者扱い。飲み会も誘われない。情報も回ってこない。新卒組の派閥争いに巻き込まれたくないのに、どっちにつくか選べとか言われる。3年耐えたけど無理だった。民間に戻ったら中途でも実力で評価される環境に安心した。公務員は新卒じゃないと厳しい。口コミ。19、このままじゃ人生終わると思った。48歳、あと12年で定年。でもこのまま同じ毎日を繰り返すだけの人生でいいのかって、若い頃の夢を思い出して思い切って退職して専門学校に通い直した。年収は半分以下になったけど、毎日がワクワクする。遅すぎるスタートかもしれないけど、後悔しながら定年を迎えるよりマシだと思った。口コミ。20、これで最後です。45歳、55歳の先輩を見て10年後の自分が見えた。
疲れ切った顔、諦めた目、愚痴ばかりの飲み会。こうはなりたくないと本気で思った。年収は下がったけど40代で人生やり直せるって証明したかった。退職から2年、収入は戻ってないけど毎日が充実してる。安定を捨てる勇気、持ててよかった。以上が絶対に退職したかった40代退職者の決断の瞬間をテーマとした当事者の口コミでした。皆さんどう思いましたか？ぜひ感想をコメントで教えてください。今後も皆さんのお役に立てる動画を配信してまいりますので、ぜひチャンネル登録をして次回の動画をお待ちください。それではまた次の動画でお会いしましょう。